こんにちは、おりんです。今日はですね、セリアさんで購入してきたミルフィムソックヤーン、こちらを使って、レッグウォーマーを編んでいきたいと思います。カラーナンバー16番、アクリルが 100% の 35g 入り約105メーター入っています。使用かぎ針の目安は4号から5号ということですね。6号 3.5mm のものを使いたいと思います。ちょっと訳あってこちらもミルフィムソックヤーンなんですけども、ちょっとこちらを使って説明をしていきたいと思います。それではですね、まず、鎖編みをしていきたいと思います。こうして持ってきて、もうここから1目と数えます。私は12345と80目編んできます。で、私ちょっと間違えて81目で編んでるんですけども、80目ぐらいで編んでいきたいと思います。では80目編んできます。はい、それでは80目編んできました。で、立ち上がり1で81目編みました。で、この裏山、ここが今立ち上がりの裏山なので、この2個目、こちらに中長編みをします。はい、中長編み、裏山を取って中長編み。こんな感じで普通に中長編みを80目編んでいきたいと思います。それでは80目中長編みを編んできました。はい、それでは鎖1して、裏返します。今この鎖1したところのここが鎖で、ここにビヤンと出てるところがあるんですけども、ここに針をこう入れます。こうで1本持ってきます。ちょっとあんまり広げすぎると不格好になるんで、ギュッとした状態で持ってきます。はい、今2本かかってますね。で、ここ最初の目、この2本の間、普通に頭、こちらからも1本持ってきて、この1本で2本を通します。引き抜き編みですね。で、最初の目の頭にはですね、ここですね。はい、今こういう状態です。次からは今この通ってるこの穴、ここですね。ここから1本持ってきて、でその横の目から1本持ってきて、その最後の目で引き抜き、はい、入ってるところに入れて持ってきて、で横にも入れて、それを引き抜き、これの繰り返しになります。はい、ではこれをずっと端まで編んでいきます。はい、それでは最後の1枚ですね。同じです。最後も普通に取ります。はい、で鎖1をして繰り返して、次の中長編みから半目、奥の半目、こちらだけを取って中長編みしていきます。奥の半目です。ここ1本だけ、ちょっと紫で見えにくいんですけども、ここですね、中長編みしていってます。ここです。はい、こんな感じで1本だけ拾って中長編みをずっと入れていきたいと思います。それでは中長編みを編んできました。で、最後の1本だけ頭2本拾います。ここですね、最後。はい、ここです。はい、これでまた鎖1して、ここを取ってこう取ってっていう感じで、ずっとこれの繰り返しになります。これを繰り返すとですね、こんな感じですんごいカラフルな
リブになります。このバスとこういう感じでリブになるんですけども、この糸の性質上伸ばすとあんまり戻ってくれないっていうことになりますので、ここをこういう風にですね、後ろからこうつなげて筒状にしたら、この辺にこうゴムを通したいと思います。ではここをつなげていくというところをやっていきたいと思います。2玉使って52段編んできました。はい、サイズ測っていきます。34センチくらいですね。で、24センチぐらいになってます。横はまあ伸びるんでビーッと伸びますんで、戻らないですけどね戻らないんですけど伸びるんですね。こことこうパタンと折ってつなげていこうと思います。ここがスタートで、ここが今編み終わりなんですけども、こう長い方の辺を折りたたみます。で最後編んだところ、フック通します。で鎖一致しますね。寄ります。でこちら側は、この下のこの2本ですね。この作り目、鎖の下2本ですね。こう取ります。はい。でこちら側編み終わりの方はですね、奥の1本ですね。こちら、はい、取ります。これを引き抜いていくっていう感じになります。はい、ここ2本と奥1本を持ってきて引き抜く。はい、ここ2本と奥。私は間違って81目作っちゃったので、81目このようにしてですね、引き抜いていこうと思います。で引き抜いたら完成なんですけども、伸縮性のある糸だともうこれでいいんですね。ですがこのミルフィムさんはですね、全然ピーンと伸縮性が全くない糸になるので、ちょっとゴムをつけたいと思います。はい、それではですね、このままつなげていきたいと思います。それからこちらの繊維状ゴムテグス、こちらも使っていきます。ダイソーさんで購入してきました。伸びるテグスになってます。こういう糸状のゴムが欲しかったんですけどちょっと売ってなかったのでこれを買ってきました。糸状のゴムがあればそちらの方がいいと思います。ちょっとねナイロン系なのでお肌に触れるのでね。はい、それではこちら閉じてきました。ここですね、表のリブの部分のこの VV っていうのが上にこういう向きが正解で、ここが上ってことで、このピヨンと出てる方が私今回上になります。テグスをつけていきたいと思います。ここ閉じたところなので、その手前のこの辺から、これはどこでもいいと思うんですけど、お好みの場所、私は3目目のところに入れてますね。引っ張ってきます。はい、これでもう引き抜いていくだけになります。で最後にこの1本とくっておしまいって感じで、どこでもいいんですけど、この真ん中と次の頭、ここに引き抜きですね。ちょっと長めに出した方がいいかもしれないですね。もうちょっと長くしよう。引き抜いていきます。で引き抜き、ちょっとこれをぐるっと一周編んで完成になるんですけども、これですね。へこんでいる部分と盛り上がっている部分と、
それぞれ1回ずつぐらい取ってます。よいしょ。こんな感じですね。これちょっと糸始末してるんですけど、適当にくぐらせて、踏みくぐらせてっていう感じでつなげていくっていう感じですね。はい、今こうちょっとつながってるんですけど、戻ってくれるので、はいこのもっと伸縮性のある糸だとこれは必要ないと思います。ただこのウィルフィムソックヤーンはですね、ちょっとあまり伸縮性がありませんのでゴムをつけてます。で、足にもフィットすると思うので一周ぐるっとつけていきたいと思います。で、最後ここをくくって糸始末をして完成っていう感じにしたいと思います。はい、それではつけていきます。完成しました。こういう感じでつながっておりまして、ビヨーンと伸びても戻っていきます。もうちょっと上につけてもいいかもしれません。はい、こっちは4段にしたんですよ。ちょっとやっぱりピヨピヨピヨってなりますね。まあそれもねデザインとしてプラスに考えます。はい、ちょっと短かったので100目ぐらいで作ってもよかったかなっていうふうにちょっと思ってます。サイズの方ですがキュッとした状態で26センチぐらいになります。はい、ビヤーっと伸ばすと伸びるので、伸びると、17なので34センチぐらいまで伸びます。ビヤーっと、もっと伸びるかもで伸びるとこう戻らない糸なのでゴムをつけました。はい、リブが可愛く出ます。はい、サクサク編める編み方となっております。よかったら試してみてください。サイズは横に表記させていただきます。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンの方ポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひお願いします。それではおりんでした。さようなら。